おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、こちらのモデルさんを描こうと思います。こちらも、ある方のお孫さん、ありがとうございました。素敵なですね、男性でございます。今回はアクリル絵の具で描いたという作品でございます。初めの段階、ちょっと前に、人物画を公開していると思うんですけども、それと少し変えてます。やっぱりその辺で改良していくと、この辺がちょっとあれやったからということで改良していった。これまたうまいこといったなというふうに思います。微妙なこのなんていうか人の肌の温かみみたいなものがしっかり出たんじゃないかなと思います。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。こうやってですね、コピー A4 ですね、A4 サイズのコピーの裏に、あれですね、パステルで刷り込んで、今回はなぞりました。前はですね、メガネの女性を描いた、動画ございますけども、今回は一回なぞってすみません。起きました。なぞっておいて、だからちょっと思い切ったことができたかなというふうに思いますけども、そうやって失敗をちゃんとですね、次に生かしていくということも大事なことかなというふうに思います。いや、素敵なもうね、素敵な、見つめてくるね、男前ですね。本当にね、私の若い頃そっくりです。ジョークですよ。で、今回ね、もう、僕のアクリルが人物の中では、いろんなパターンで描いていってますけども、一番うまいこと言ったんちゃうかな。ごめんなさいね。このメガネの女性の方、申し訳ございません。チャーミングやったからあっち先に描いたんですけどね。だいたい2枚目とかうまいこといくんですよ。で、3枚目ぐらいになるとちょっと弱くなることあるんですけどね。で、月日が空くとまた忘れるというおじさん、そういうパターンですけど、すごく微妙な、人の肌の色がうまくいきました。で、こういうふうに一応輪郭をなぞっておきました。ぜひぜひここの段階こういうふうにされてもいいのか、しっかり写実的に描きたい場合、特にね、してもいいかなと。で、これ本当にパレットのところにその女性を描いた、もうね、翌日かなんかです。その後寝て、起きて、チビたちと朝ごはん食うて、あれして、だから夜中3時ぐらいにさっきのメガネの女性のね、すみません、書いてたんですけども、その5、6時間後に書いてるんですけど、全然乾いてなかったです。これは画期的や。で、人の肌若干、前よりも暗めに思い切っていけたのは暗い線を引いておいたから。で、水全面に浸すの忘れてました。浸しといた方が良かったかなと思うんですけど、その辺はね。で、ちょっと不透明系の白とかも入れても、下の線が完全に消えるまではなかなかいかんくて、半透明ぐらいの感じで、その動画とか、あとはですね、鷹描いた動画とか、あのあたりとか参考にも一緒にしてもらえたらと思います。そして人の肌もね、いろんなタッチを入れながらね、ちょっと入れながらですね、で、見える程度にしながら、まだそんなに白とかは入れずに、だいぶ暗くなってきました。そしてこのぐらいで白とかを入れ出したりとかしていきました。この辺がなかなかね、うまいこと、いくかな、どうかなと思いながら書いてたんですけど、うまいこといった作品だと思いますよ。これね、なかなか、なんか満足してしまうんじゃなくて、これを何枚も頑張ればいいのにね、おっちゃんすぐやめてまうっていうね、ほっとしたみたいな感じですね。ズームでよければ、うんぬんかんぬん、すみません、仕事の今なんかメールが来ておりました。ね。打ち合わせとか、本当オンラインでできるようになったから、いろんなところ、これも今ちょっとなんか仕事のメール来てましたけどね。もうオンラインで仕事ができるようになったからですね、本当にこの3年ぐらいは、すいません、ここの画面見ながら喋っておるんですけどね。で、暗いのでギュッギュッギュッと手をこうやってね、いいですね。これなんかはいい距離で写真撮ってくれてるから、写真を見ながら描いていったシリーズの中でもこのぐらいの距離感があるとすごくただちょっとディティールに関しては甘かったりするんで、なかなか写実的に描こうと思ったら難しいところあるんですけど、ですね。で、本当に輪郭なんかもちょっとようわからなってて、それでも線うっすら見えてます、ちゃんとね。見えてますので、ということで、そしてちょっとこのピュアレッド的な赤ですね、ちゃんと入れて、ちょっと赤すぎたぞということで、バンドシェイナーみたいなの混ぜてみたりとかしております。このピュアレッド的なの入れたりとか、白とか入れて。これでも輪郭見えてるでしょ？輪郭っていうか、初めに置いた線ね。でも、なんていうか、ね、この線を消し
完全に消さんようにしながらも、まだこう絵の具が乾かんうちに、少しこう微妙な色とか血色のいいところとかに赤系を置いてみたりとか、少しこう濃淡とかをつけながら描いていきました。目なんかもうくぼんでるっていう状態作ってるでしょ。これが本当にこう、もうまさに石膏デッサンみたいな感じですね。そしてこう不透明の絵の具、この辺はもうほとんど水をつけてないような、この辺の微調整が多分すごくこう難しいんちゃうかなというふうには思います。微調整をしながらですね、絵の具の溶き方みたいなのも水を多めにしたり少なめにしたりとかっていうことで不透明感をこう強くしたりとかして。難しいね。説明難しい。まあ本とかもね、いっぱい僕書いてきたんですけど、それも難しかったけども、動画でもこんだけ頑張ってやっても、微妙なニュアンスというのを、これキャンソンボードという紙に書いてます。すみません。今回平筆を多めに使ってますよね。まあその辺がもう本当にこうね、平筆。アクリルはこうなんか、平筆とか結構多く使うようになってきて、昔は透明先生は結構平筆使ったんですけどね、最近はラフィーニ4号がめっちゃ多いと。私道具変わるんです。使う道具がよく変わる。よく変わる。ね。で、手とかドンと明るいのを置きました。これも光が柔らかく当たっているので、皆さんから見て左の方からですかね、当たっているという状況と、初めにこうちょっと茶色とこう黒を混ぜた色で塗っているのが、どっちかちょっと暖色な感じなんですけど、乾くと少しなんか黄色がかってるような、こうなんかこうでもちょっと緑がかってるような雰囲気になってきてるのかな。ちょっと寒色っぽくなっているような感じがありますよね。目のこの周りのあたりに塗り残ってる色とかが、ちょっと暖色、赤系とかね、強いのを置くと、そういう塗り残しみたいなのが少しこう寒色に見えてきたりとかして、その辺のこう暖色、寒色が微妙なバランスでうまくいったんちゃうかなと思ったりとかしてます。まあここにね置いてあるんですけど、そういうのをチラチラ見ながら、どんなやったかなとか思いながらですね、ここに置いてあったりするんです。すみません、完成チラッと見せましたが、そういうのをチラチラ見ながらですね、お話をしているんです。そういうこう下の絵の具とかですね。で、この辺はですね、一回こう水で、これ完全に乾かしました。すみません、ちょっとあれですけど。今、水だけを一回塗りました。これも一回乾かしてから水だけを塗って、そしてちょっとパレットも少し掃除とかして、で、ちょっとこれほら赤いのをもう一個ね、グレーズというね、作業をしました。筆跡がなるべく残らないようにしたかったから、一回水で濡らしてから、この辺も赤いのでシュッ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 という感じですね。シュッ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 と。シュッシュッシュッという感じで塗ってきました。で、この辺はこう調整ですね。水の調整みたいなので、ある程度水を多めにしながら、ジャバジャバに透明水彩ほどではなく、そしてこう、難しいでしょ。皆さんやること宿題いっぱいありますよ。ね。アクリル絵の具もされてみてはどうですか？これもう本当にこの、僕は紙パレット、本当にもう、一択やと思ってますけどね。で、人によってはこう、なんでかっていうとね、やっぱある程度混色するからですね、下が弱いと、例えば、なんやろな、あれとかで、なんかこう、お魚とかお肉とか入ってる白いこうなんかあるじゃないですか。発泡スチロールみたいな、なんていうんですかね。あれで描いてる人とか、あとは牛乳パックとかの、こう、あれを広げて、こう、紙パックね。で、それで描いてる人とか、今まで見てきたらそういう人がいました。あとはなんかプラスチックのなんかこう、プランターかなんかの底かなんかみたいなのとか、あとはなんかこう、アクリルのこう衣装ダンス的なこうね蓋が別途売ってるようなああいうアクリルのあれで描いてる人とかいろいろいましたけど、基本的には僕紙パレ一択じゃないかなと。なんでかというとその透明ディティール書いてますけど、もうお金かかりますよここはね。でもどうしてもこう寝る時にこうですね力がある程度いるんですよ。でもこうそういう紙パックとかだとね揺れたりするし、こうあれとかちゃうかなと思うんですよね。でもなんかこうプラスチックのなんかもう絵の具が何層もこう重なってるやつとかでやる人いるんですけど、やっぱ基本的には何もないところの上にこうどういう色になるかなっていういろんな色が下に見ませんっていうことでこうディティールをこういうのちょっと少しこういうのはメガネの女性の時と同じですね。
一回ですね、形が見えにくくなってきたので、少しこう、もう一度出してあげながら、目とかもですね、少しディティールを描いてあげるみたいな作業をしていっております。ですね、作業をしていってます。鼻とかもちょっちょっとこう描いてですね、おります。キュッ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 とこう形を締めるようにですね、全部くくってしまうんじゃなくて、もうこの辺は別にええかなとか、例えば耳なんか奥の方でしょ、顔真正面向いてるからこっちでしょ。で、そういうところっていうのは奥にあるように描きたいので、そんなにここのとこ線で黒い線とか入れてしまうんじゃなくて、黒と茶色かなんかで描いてますけどね。で、それでそこからちょっと明るい色で、描いていっております。明るい色で描いていっております。そしてこうハッチングというかもう点描みたいな感じですね。なんかこうもういきなりベタっと塗るといきなり大きく変化してしまうので、ちょっとずつ僕はこれやりました。でも途中段階でもう思い切って面でバンと塗ろうという作業も入ってきますけど、今の段階は一回ちょっと細かい描写みたいなのをちょっとしてみようかなっていう感じでやりました。筆とかもですね、細めの筆、かなり細い筆とか、ちょっとこうハイライトとか目のハイライトとかディティールとかを描きました。この段階で人の肌がある程度悪くないなと思ってるんですね。でもこれでこう正面とこう側面の形の違いみたいなのは実はあんま見えてないんですよ。色に関してはいい塩梅になったからいい感じね、いい感じになったかなと思うんですけど、まだこっからこう入っていくみたいなの見えてへんぞっていうことはなんとなく頭にはあると。鼻のこうグッと入っていくみたいなね。で、そういうのをさ、どこの段階でやろうかなと。でもちょっと不安やから一回こう目とかディティールみたいなの描いてみようかなって。人の肌に関してはこの暖色と下から、うっすら見えてる感触みたいなのがうまいこと響き合ってるなというような感じがします。で、その辺っていうのは自分でですね、確認しながら、耳とかも描くんですけど、ちゃんとこう奥に行っとるかなっていうことを確認しながら、今絵の具を置いて、乾くと下の絵の具がうっすら透けて見えてきたりとかします。だから結構微妙な色なんですよね。微妙な作業なんですよ。だからなんかある程度こう色のない白いパレットとか、本当はこう中間色ぐらいの紙パレぐらいが売ってたらグレーとかね、なんか明るめのグレーの紙パレとか売ってやったら多分そっちの方が使いやすいと思うんですよ。でもなんかいろんな色があってそこに混色するっていうのは難しいんちゃうかなと僕なんか思ってしまうんですね。わかりませんけどね。もうお金かかるとこはどうしても。で、これも本当にこう紙パレもカッピカピになってしもうてあれやったら本当に常にこう霧吹きみたいな用意しておいてシュッシュッシュッってしてすぐ拭き取ってあげて、もう15分に1回20分に1回ぐらい拭き取ってあげたら僕変えずにいけましたよ。もう2枚、今回こう、書きましたけども、紙パレットを1枚目の時は変えましたけども、その1枚の絵を描いてる最中は変えずにいけました。シュッシュッシュッとやって水を少しこう、紙パレットのところ浸してあげてティッシュで拭き取ってあげたらある程度っていうかほぼ綺麗になっていう感じですので、ですね。ちょっとお金はかかりますけど、1枚の絵で1枚でいけます。ただ途中段階で3、4回ぐらいは僕は拭き取ってますと。1時間の作業で3、4回っていうことは、15分に1回、20分に1回ぐらい拭き取ってるかなと。この辺なんかもね。初めの方に塗った絵の具とかも冬の時期はこのかもしらんけどね、でもっていう感じで腕をギュッと描きました。周りのところとかはそんなにも今回は大事にはせずというか、見せるところっていうのは顔で、それと脇役のところ、この辺ですね、面塗ってるんです。ほらわかります。ここ面塗ってるんですよ。こう側に面にギュッと逃げていくような面が欲しくなって、こっちの方はある程度細かくぐちゃぐちゃとしてていいと思うんですよ。正面向いてるとこで、ここはこういう形に沿っていってるから、あまりこうね、伸びろ足は伸びろね、はいねっていう感じで、後ろとかも少しこうきめにかかっていっております。いやー、なかなかうまいこといきました。ちょっとね、微妙なニュアンスの説明でなかなか難しいですけど、なんとなく分かってもらえます？なんとなく分かってもらえたらおっちゃん嬉しいんですけどね。髭とかをちまちまとディティールとかも描きながら、微調整もしながらですね、この辺とかの眉毛とかも描くのとか、髭とかも描くのとかも楽しかったですよ。非常に楽しかったです。目なんかもう一回言いますよ。こっちの目と、こっち側光が真横からもし光来てたら、この白目とこっちの目白目、こっちの白目ちゃうんです。
ね。はい。同じ白目ぴゃんぴゃんと置いてしまったら、もう本当にこう球体感みたいな、眼球体感みたいななくなってしまいますんで。でもその目はこの影の中にあるっていうことやから、あんまりにも白くしすぎてしまうと、ダンと見えてしまいますよね。わかります？生の白に近いような感じにダンと置いてしまったりすると、それやったら真横からドンと光が強く当たってる場合っていうのはありえますけど、この方はある程度くぼんでる、私みたいにね、つるっとしてないわけです。つるっとね。はい。ということで、これはナムラの瞑想筆を山切りカットにしたものを使用して、髭とかを描きながら、最後の方に向かっていっております。どうや今日の説明で皆さん書けんちゃうか。もうなんとか皆さんがね、書けるようにならんから、まあ、なかなか難しいと思います。難しい。まあ、アクリル絵の具に関して、アクリル画紙でもアクリル絵の具でもどっちでもいいんですけど、まあ、やっぱ水の量の調整、そこのところっていうのニュアンスっていうのはなかなかこう伝えにくいですね。なんかね。だからそこのところはもうちょっとこう薄めに水をやってみた方がいいかなとか、いやここは思い切って不透明でドンやとか、そういう意識を持ってやらないと、なんかこう全部が不透明のマットがペタッとしたような画面になってしまうということは多々あるかなと思いますので、その辺の微調整みたいなのを皆さん覚えていかれるといいんじゃないかなというふうに思います。帽子のここのところとかピュッピュッピュって書いてってますけどね。もちろんこう全部もっと細かく写実的に書けって言われたら書けんことはないと思います。でもね、このぐらいの感じでこう終わらせているっていうのが、まあ一応これ作画動画っていう風に皆さんの学習のためにできたらなと思って作っている動画でございます。だから古典とかでは発表しません。ね。古典とかでは原則発表しないことが多い。もしかしてするかも。もう見たいっていう人結構いるんですよ。ね。だから、でもこれなんかこう、やっぱね、人の写真から描いてるから、基本的には見せないですね。こういうのはね。っていうことでございます。この辺は、細かいハッチングと呼ばれるような点みたいなのを重ねながら、細かいディティールを描いていっているということでございます。いかがですか皆さん。できそうでしょ？楽勝でしょ？これぐらいね。多分できると思いますし、ぜひぜひ。そしてちょっとこう、鼻なんかはね、おじさんなんかテッカテカですけど、鼻の不透明なんかでっか置いてみたりとかするところは置いてみたりとかですね。ちょっと水の多めにしたり、少なめにすることによって下を覆い尽くす。水を少なめにすることによって覆い尽くしてあげるような白が置けるとかいうことですね。で、耳とかもちゃんと奥に回って奥に行っているかなとかっていうことも意識しながら、鼻よりも奥にあるぜとかっていうことをですね、意識しながら描いていって、最後こんなこれも白ポンと置いてあるような感じですけどね、ちょっと時間経つと落ち着きますよ。見といてくださいね。ちょっと時間経ってくると、ほら落ち着いてきてません。ほら落ち着いてきてません。時間経つと、ほらちょっと落ち着いてきてるでしょ。こういうのがちょっとアクリル絵の具というのの、まあ水のかけ、ほらだいぶ落ち着いたでしょ。で、こういうのをもう繰り返してやっていけば、かなり写実的に描けるんちゃうかなと思いますので、ぜひぜひ皆さんも参考にされて、ただ下の絵の具とかもちょっと活かして描いてあげたりとかすると、透明感のあるような人の肌とかが描けますので、その辺のこう水の調整とかっていうことは、ちょっと注意されながらやっていってもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よかったら最後まで、完成までご覧いただければと思います。この動画よかったら、チャンネル登録、コメント、頑張ってるなさんでもいいので、そんな感じやったら無視するかもしれませんけど、いつ公開してるかわからないので、もうこう喋ったこと覚えてないですよ。はい。今日も今5本目の録画でございます。これは当てレコっていうんかな。5本目なので何喋ったか全く覚えておりませんけど、よかったらですね、チャンネル登録してない方、ぜひぜひ、コメント、ぜひぜひされてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。写実的に人物描いてみよう。皆さん、頑張ってやってみてください。サインを入れます。終了。
ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。本当になんか素敵なですね、真正面から光来てるような感じで、あんまり陰影がついていないので、結構難しかったですけど、それが面白かったです。すごくこう柔らかく描きながらですね、薄くこう構造を作っていくような描き方、うまいこと言ったかなというふうに思います。ぜひぜひ皆様もアクリル絵の具で、人物の顔とかをチャレンジされてみてはどうでしょうか。ぜひぜひ頑張って勉強してみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。以上です。チャンネル登録よろしくね。今年もよろしく。2号の